皆様、本日はですね、こちらのえのきと、こちらですね、ハリッサ、これ万能調味料なんですけども、こちらを使ってね、もう本当に簡単にね、チンするだけでできる絶品おつまみをね、作っていきたいかなと思います。では、早速作っていきたいと思うんですけども、こちらね、ハリッサ、こちらね、万能調味料で、カルディに売っているんですけども、こちらね、ヨーロッパの方ではすごく有名な調味料で、本当に美味しいんですよね。で、裏の方を見てみると、唐辛子だったり、ニンニク、玉ねぎ、砂糖とか、あと、香辛料とかもいろいろ含まれてるんですけど、これがね、もう全部いっぺんに入ってるんで、いろんな料理に使えるんですよ。チャーハンとかに入れても美味しいですし、餃子とかに、タレとかにね、入れても美味しいですし、もう本当にいろんなものに使えるんですけども、今回はね、こちらを使って、すごい美味しいおつまみを作っていこうかなと思います。では、早速作っていこうと思うんですけども、本当にめちゃくちゃ簡単です。ちょっとね、あまりにも簡単すぎてね、ほぼ毎日食べてるぐらいね、めちゃくちゃハマってるんですけども、このね、石突きの部分だけは、取っちゃって。で、あとは、ちょっと細かめに、えのきをカットしてあげてください。これぐらいかな。でね、このね、一つのね、この一袋のえのきだけでね、だいぶいっぱいね、作れるんで、おすすめですよ。はい。で、カットしたら、先の方はね、崩れちゃってるんで、適当にボウルに入れるんですけど、この後ろのね、ここら辺の部分ね、これの部分は少し崩しながら、入れてあげてください。で、ここにあればでいいんですけども、よくね、スーパーに売ってるネギ。こちらをね、入れるとよりね、おつまみ感が出て美味しいですよ。こちらをね、少し入れます。余ったやつは、いろんなね、鍋とかにも使えるし、いろんなに使えるんで取っといてください。で、こちらに、はい、こちらですね、ハリッサ。こちらを小さじ1から2ですね。味が濃いめが好きな方は2入れても大丈夫です。僕は小さじ1にします。小さじ1。小さじ1入れて、で、続いてこちら、お醤油。お醤油を、小さじ1。で、最後に、胡椒、黒胡椒ですね。これもお好み量なんですけど、僕は結構たっぷり入れます。そうしたら、よくかき混ぜてください。で、ハリッサがない場合に、どの調味料を使えばいいっていうのは概要欄の方に書いてあるので、よかったらそちらの方を参考にしてみてください。全く同じ感じにはならないですけど、十分美味しい味付けになるので、そちらでも美味しいです。ただこのね、ハリッサのね、このね、香りなんだよね。香りがね、本当にいいんですよ。なので、個人的にはぜひハリッサをね、ゲットして、ハリッサでね、食べてもらいたいです。これマジで美味しいですから。こんな感じでいい感じにかき混ざったら、クッキングシート。こちらはね、皆さんがお持ちの、電子レンジに入るぐらいの大きさにこうしてあげて、こちらのとろけるチーズですね。こちらを使います。これはね、種類がね、多めのね、チーズの方がコクがあって美味しいです。こちらを適当に。今回のね、分量だとね、この今作る大きさのね、2枚分ぐらいは作れるかな。これ本当にね、ビールとかのおつまみにはね、最強ですよ。マジでうまい。もう適当に。ただ、あんまり厚みが出ないようにしてください。厚みが出すぎると上手にできないですね。これぐらいの厚みで。で、できるだけ広げてあげて、はい。なんだろう、少し隙間が見えるじゃないけど、薄くやってあげたら、これぐらいでいいかな。してあげたら、先ほどのこちらですね。こちらを上に乗せてあげます。あんまりね、気にしないで、適当でいいですよ。最後にちょこっと調整するんで。適当にこうやって乗せてあげて。ほら、半分ぐらい残ってますね。そしたら、こちらを、ちょっといい感じに、ちょこっとね、厚みが出ちゃってるところを端っこの方にこうやって寄せて、できるだけ均一に、平たい均一にしてあげてください。
こんなもんかな。で、そしたら、一番端っこあるじゃないですか。この四隅かな。四隅のこのところは少しだけこうやって、まっすぐ。この後溶かすんで、溶かした時に全部が綺麗にくっつくように、端っこの方だけこうやって寄せてあげてください。こんな感じで。はい。もうこれで OK です。こうなったら、あとは、電子レンジ。まあ、お使いの電子レンジによって、多少ね、火力は変わってくると思うんですけど、600ワットで7分から8分ぐらい。心配な方は7分やって、あとは自分のお好きな焼き色になるまで追加して加熱してあげてください。じゃあ早速、ちょっとレンチンしていきたいと思います。ということで、レンチンで結局、10分ぐらいはやったかな。やっぱ厚みとかによって、だいぶね、時間はかかってくるんで、お使いのね、電子レンジに合わせて、分数は、決めてほしいんですけども、まあ、こんな感じの、見てわかる通りもカリカリ感が出てて、いい焼き色がついてたら出来上がりなので、カットするの忘れてた。ちなみにカットは、こんな感じで。もうサックサク。カットしたら、こちらで出来上がりなので、カリカリやみつきえのきチーズ完成です。じゃあ早速お酒と一緒にいただきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。はい、乾杯。ちょっと僕はね、もう毎日食べてるぐらい好きなんで、こうちゃんから。いいっすか。もう香りがじゃあいただきます。絶対美味しいもん。うまっ。いただきます。あ、最高だわこれ。うん、この子さ、香辛料の香りとさ、このちょっとピリ辛な感じとね、もうね、あと、えのきの旨味、あとチーズのコクが、もう、絶妙にマッチしてるし、あと何よりやっぱこのね、食感だよね。サックサクとこのチーズの香ばしさ。いや、ほんと香辛料も入ってんだろうね。うん。ほんのりスパイシー。うん。これ本当におやつにも超いいよね。で、チーズの旨味すごいあるんだけど、ちゃんとやっぱえのきの旨味もあるから。あるね。うん。カリカリしてるんだけど、ほんのちょこっとえのきの食感も残ってるよね。ね、何より簡単だし、安いし、あとはもう超低糖質だから、今回の料理はマジで。うまい。ハリッサやばいよね。うん。いや、これ本当におつまみに最高だと思う。ね。ビールとかにも合うと思うんだけど、ワインとかに合うんだろうね。うん。あっという間になくなったね。うまっ。あと1枚焼けるから。今回の量だと、この量があともう1枚焼けるんで、本当に結構、これだけでも量があります。あっという間にできるんでしょ。あっという間、本当に。うまっ。ということで、本日はですね、万能調味料のね、カルディに売られているハリッサですね。こちらを使って、とっても簡単にできる、カリカリやみつきえのきチーズですね。えのちを作らせていただいたんですけども、どうでした？めっちゃ美味しかった。だから本当にもう、部屋に入った瞬間っていうか、廊下にすらもこの香り、めっちゃ美味しそうな香りが漂ってたんで、そうだね。めちゃくちゃまず鼻からもね、美味しい。食欲をそそるね、もうとてつもない香りもしてるんで。はい、ということで、本日は以上になります。とっても美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。